はい、あぐれふこちゃんです。今、作業部屋に来ております。外は寒いので、今日はね、夜まで、今日今7時、8時半かですね、夜の。なので、外は寒いので、部屋の中でしていきたいと思います。今年のふるさと納税の結果と、おネギの結果、ゴーヤの結果など喋りながらやっていきたいと思います。ほんならテスト。はい、ではですね、今ネギの袋詰め仕方ですね。こういった感じで4本入りとかね、2本入りとか3本入りとか、ネギに合わせて本数をね増やして値段を決めていく感じになっております。で、ネギはですね、今年仙台地区は、台風直撃に遭いまして、一発 KO でした。なんとも難しかったんですけど、で、被害もありまして、ハウスの被害もあったりとかね、過去のデータを見ていただければわかると思うんですけど、ハウスがね、なってたり、ゴーヤの種がね、なってたり、いろいろでしたが、結果論としましては、第2弾のゴーヤを作る予定だった苗が台風でやられて、で、第2弾のゴーヤたちは出荷できなかったという形ですね。で、ナスビちゃんも被害がありまして、ナスビが倒れ、で、一時期収穫できないこともありました。で、その時にふるさと納税で注文を受けてたナスビ分はですね、発送できずに、冬に持ち越しということで、で、持ち越した分のふるさと納税の分をね、発送するために、11月に間に合わせる形で、野菜を作るつもりだったんですが、台風直後、雨が降らないということに直面いたしまして、うちの畑たちはですね、畑勘がないところで、水がないところですね。なので、いろいろね、そこでごたつきがあったりしたんですが、畑勘があった方が良かったなと思いながらでしたね。それはもうしょうがないんですけど、天気次第だからね、仕方ないことなんですけどね。で、それもあったりしたんですが、いろいろあった割には、ふるさと納税の注文が増え、いろいろあった割には、人参が出来が良かったりね、っていうことがありました。これも日頃皆さんにお世話になっているんだろうなと思っている次第です。ふるさと納税はね、白ネギが一番注文が多かったかな。訳あり商品ですがっていう感じで、
掲載していたんですが、白ネギが一番出方が多くて、で、白ネギも B 品ですね。短いタイプのものを発送という形でしておりました。で、人参さんたちはですね、注文もありましたけど、人参よりネギの方が多かったかな。多分ね、今年の異常気象で他の産地がやられてるから注文が多かったのかなと思う点もありましたが、それでもこんだけの注文が入ってね、非常に助かりました。なんせ台風の後だったんで、どうしよう、野菜がないと心配してたんですけど、で、急遽植えた白菜も、うまくいって、で、来年はちょっと作付けをね、変えてみようということで、ネギはもう結構畑を借りまくってるけど、畑が足りない状況に陥ってるので、そこをちょっと改善しようということで、ちょっとね、いろんな農家さんからね、いろんな情報を聞いて、やっていこうかなということを思っております。農業って本当に一人でするって大変だよね。いろんな人に支えられてやってる感じなんで。で、来年の作付けについては、多品目でやっていこうかなと思っております。多品目にする理由はですね、もともと多品目をしたかったんですけど、いろんな方から多品目はやめとけと、いろんな経費とか考えれば多品目は赤字になるというお話を聞いてたんですが、新規収納するときにどうしても多品目では新規収納できないということで、多品目を一時諦めておりましたが、多品目をせざるを得なくなってきました。なぜかというと、居酒屋さんの注文とかね、ふるさと納税で野菜セットとか売り始めたら、結果的に野菜セットを作らざるを得なくなってきたんで、それだったらもう切り替えた方がいいだろうと。で、一部の地産地消ブースでね、な金額を売り上げる時がありますので、それを狙って販売しようということで、ちょっと切り替えていこうかなと思います。ネギはね、もう、人件費も高騰して、燃料も高騰して、肥料も高騰して、で、それでも市場に持っていくのはちょっとリスクが高いということで、市場に持っていくんだったら日持ちがして、選果だけ人を雇うような形でできるんだったら人参かなということで、人参をちょっと中心に作っていきたいなと思います。夏野菜に関しましては、今年の継続という形でゴーヤを作ったり、あとはスイカを作ったりとかですね。そういった形で、
まあね、ゴーヤの棚があるから、ゴーヤしか作れないっていう固定概念を捨てて、そこでキュウリとスイカとゴーヤと作っていこうかなと考えております。で、一応ね、台風で倒れてますので、若干ね、斜めになってるから、だから、今年ね、解体して、来年立て直しができればなと考えております。立て直しは、多分動画であげると思います。ね、兄さん。あげるよね。聞いてる？あげるの？動画で。元気ないねんけどね。まあ、とりあえずね、そういった点で立て直しするときは、また動画で撮っていきたいと思います。解体はね、まあ、ぼちぼちしていこうかなと思います。で、今年の営業はですね、28日までとなっております。が、地産地消ブースの方から、31日まで野菜を出してくれということでしたので、野菜は継続的に出していきます。これはもうお付き合いなので、断るわけにもいきませんでしたので。で、まあ、29日にネギ処理をして、それで30、31まで、出すつもりで動いております。その時はどうしてもカセニンが必要なんで、カセニンもね、入れていこうかなと思います。で、うちに来てるパートさんたちは主婦連が多いので、まあ基本的に仕事休みの兄とかですね。で、行った方たちを招いて仕事をするような形になっております。でね、まあ、スイカの件ですけど、来年のスイカは、今年作ってみて、路地ね、作ってみてよかったので、来年もね、ゲリラさえ降らなければうまくいくだろうということで、やっていこうかなと思っております。監修は父です。私は多分ナスビとゴーヤに行っちゃえば余裕がないと思うので、で、苗はね、兄の同級生の農園から接ぎ木を買って栽培していこうと思っております。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いいねボタンよろしくお願いします。